固い決意をするっていうのがね、現在の、ちょっとなんか堅苦しいかなっていう感じはするけど、気持ちを入れ替えたってメッセージが来る。とても良いスプレッドだよね。未来を表すラインにはね、調整中だよって。なんだろうね、とっても素敵なことを調整してる。そんな、良いバイブレーション感じるね。急展開、好転するから、ひょっとすればね、正式に付き合おうとかさ、あるいは結婚しようよとか、復縁してほしいとかね。そういうお話があるかもしれない。ただね、強い決意を感じるから、多分あなたを何度も失望させたんじゃないかな。コツ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 やってきてんだよ。反省して。この方自身も自分自身が信じられなかったんじゃない？本当に改心できるかなって。この凱旋のカードなんかもさ、一末の自信のなさみたいなもの、ずっと感じてたよって。だからなかなかあなたにね、これからの計画、自分が考えてることっていうのを打ち明けられなかったけど、いよいよ気持ちが固まってくるんじゃないかな。とってもなんか建設的なメッセージがね、次から次へと降りてくる。あなたが許せる方やね。もうぜひね、この後期は捉えた方がいいんじゃないかなと感じます。まずね、この真ん中のジプシークイーンがカルマ、トラウマ、このカードがやっぱりすごく強くきてるね。で、隣のこのリリスかな、このカードは女性の、自己主張とかそういうカードなんだけど、同時に悪霊っていう意味もあるのかな。女性の怨念とか、だから女の陰性のパワーだよね。そういうものがとても強く出てる。分岐点、岐路、分かれ道。
いくつかの意識だよね。それぞれ別方向向いちゃってるんだけど、お相手さんはあなたともう一度タッグを組んで人生を生きていきたいと思っている。ただあなたの気持ちは違うところにあるかもしれないね。このカルマのカード、そして怨念のカード、やっぱりとても許せないっていう気持ちが強いかな。改心してあなたに向き合おうとしているお相手さんも努力しているけれども、あなたも何度も裏切られているから、この方に対して疑いの目を向けちゃうんじゃないかな。例えばちょっとした会話の中に以前のこの方の悪い兆候のサインを感じてしまう。そうすると不安がよぎってね、プチフラッシュバックだよね。オートマティックにネガティブなイメージが連想されてしまう。お相手さんからすると「なんでだよ」と、俺は気持ちを入れ替えてね、前向きな気持ちで言ってんのになんでだよって。だからちょっと順序が違うのかもしれないね。まず正式な謝罪をしてから、俺は間違ってたよと、あの時は良くなかったなとか、なんかその順番がちょっと逆になっちゃってるのかもしれないね。だから逆にこの方の行為が、あなたに対する歩み寄りがあなたからすると腹立たしいかもしれないね。何って、ちょっと順番違うんじゃないって。それで口論になっちゃう。この方はね、陰性のエナジーを踏まえて陽の所作を見せる準備ができているよと。あなたに対する償いがねできているのに、あなたはこの方の変化の兆しをね気づきながらも、ちょっと順序が違うんじゃないかっていうところで、逆にこの方に対するねネガティブなパワーを増長してしまっているのかもしれない。再生、生まれ変わり、結構深いところから再生してくる。一旦死んでそこから生まれ変わるぐらいの、ワンとの6だからね、足元救われるようなね、疑惑はあるんだけど、だからこのお相手さんがやっぱりあなたの本当のね、本当にやっぱり傷ついたところに気づけてないのかもしれないよね。自分は変わったんだって思ってるけど、あなたと一緒になりたいってね言ってるよ。ヒーリングって出てるね、こっちはね。ただこれも、なんかやっぱり陰性のパワーを踏まえた上での変化じゃないかな。下があなたのね、やっぱり怒り、恨む気持ちっていうカードが出てるから、よく言えばね、自己主張、女のもう当然ここは主張して当然でしょと、言うべきことは言いますよと。だけどこのカードもやっぱりそういうね毒を持ってるカードではある。ただその毒をちゃんと使いこなしなさいよって。自分自身がその毒に胸焼けしちゃったらダメだよって。毒だから胸焼けじゃ済まないけどね。
うん、ただこれもやっぱりねなんか、再生深いとこから立ち上がってくるような力のあるカード。真ん中アンダースタンディングってなってるけど、これもなんか包容力すごく感じるよね。もう大きく理解する。一回り大きくなったんだよって。それを理解しておくれって。いや、理解させるぞっていうような意気込みだよね。あなたを失望させた分、これから幸せにするよ。そんな意気込みじゃないかな。ジプシークイーンのあなたはちょっとやっぱ拗ねちゃってるけど。だからあの人が密かにね計画してることをきっとねあなたに吉報を告げに来るよ。あなたのね気持ち次第だと。ちょっとなんか独りよがりなところもあるから、あなたからしたらちょっと本当に許せない、逆になんか腹立たしいってごめんなさい。あなたのなんかね、なんていうかな、なんかあなたばっかりなんか神聖な領域にね意識がいって、私はその定時の意識にとらわれたままよって、なんか逆になんか勘に触るかもしれないね。だからそこちょっとなんかぐるっと大きくなって理解してあげると、このチャンス掴むことできるんじゃないかな。ずん。愚か者か。愚か者か。どうかな。お相手さんがちょっとなんか独りよがりなとこあるって話してたけど、なんかちょっとバカになれみたいなとこあるのかもしれないね。ちょっと独りよがりで一人一人だけなんか生まれ変わって、なんかあなたがちょっとあなたばかりに遺恨を任せちゃって押し付けちゃって、自分はなんか生まれ変わっちゃったのかもしれないね。あなたそのゼロになれないでしょ、この気持ちだと。もうわな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 ってこう燃えてる状態、全部捨ててバカにはなれない状態だよね。バカになれたらこんなに怒ってないはずだから。でこれはあなたの分岐点だと思うんだけど、蛇を握りしめててさ、ただそのね灯火も持ってて相当悩んでるんだけど、やっぱり恨む気持ちっていうのを捨てられないわって。そうだな。お相手さんはだけど一周回ってゼロにゲットバックしてるよ。だからあなたとは相当違う気持ちでいるかもしれない。結局あなたの気持ちの整理がついてなければ、この方が改心しててもこの方とのコミュニケーションの中でやっぱり思い出しちゃうと思うんだよね。この人がそのつもりがなくても、これはこの人が悪いんだよ。その点に関してしっかりあなたに謝罪してね、しっかりこう向き合って話してないからしょうがないんだけど、ただやっぱ気持ちに整理がついてない中でこのお相手さんのね計画に乗っかると、また同じところに戻って、でこの方も多分困惑しちゃう状態になっちゃうね。あれ俺は変わってるのに、こんなに変わってるのになんで君そんなに怒るんだみたいな。であなたがまた悪者になっちゃうでしょ。だから余計やっぱり腹立たしくなる。だからしっかり気持ちのね整理がつけられたら、結構ほんとなんか改心してる、生まれ変わってる状態だから、乗っかってあげてもいいんじゃないかなって。
思うよ。いいですね。倦怠期に入ってるのかもしれない。で、少し冒険してみようかなっていう意識。冒険っていうのはね、浮気だね。で、過去にもそんな兆候が出てたんじゃないかな。次やったらこの方は、まあ追い込められるよと。あなたに。で、だけれども、このページのソースで、またあなたの知らないとこで情報収集を始めるよっていうのが出てる。現在はまあ現状維持なのかな。静かにしている。ちょっとだけどね、やっぱ倦怠期が来てるのかもしれない。そんな季節の訪れを感じている。価値観の違いなんかはね、もともと他人なんだから、仮に血がつながっていてもそうだよね。そもそも価値観は違うもんなんだけど、心も、あるいはね、こう、物質体としてもそうかもしれない。すれ違いのね、連続の中でさ、価値観のズレっていうのを一つの口実にして、ちょっとなんか距離を取り始めてるかもしれないね。でね、またね、あなたがこの方の知らない世界、あなたと出会う前にあなたが知っていた世界へ帰っていってしまうような錯覚がこの方を孤立させてるよって降りてくる。まあケンタッキーって誰でも来るからね、やっぱりそこをやっぱ乗り越えて、その先に真の絆、もう長いスパンでね、もう長期戦で一つ屋根の下でお互い折り合いをつけてよりよくやっていこうという、まあここまで来るともう男と女っていうか人としての基礎体力になってくるかもしれないけど、まあもちろんね、愛のスパイスね、恋のエッセンスっていうのはもちろん必要だけど、だからちょっとなんか距離取ろうとしてるのかな。でまた気が弱い方かもしれない。あなたを傷つけたくない、もしくはその傷ついたあなたを見るのが怖いのかもしれない。まあ、そうだとすればちょっとずるいよね。まあ、ジプシークイーンのやっぱりこのカルマが出てるね、トラウマ、あなたがやっぱりちょっと、根に持ってるのかな。であなたのことをねとても恐れてるよね。あなたの内面の乱れ、あなたが、
やっぱあなたの顔色を伺ってんのかもしれないね。そしてね、周りの人たちに自分たちの不仲を知られることをとても恐れてる。まあこれシルクロードって出てるから、なんとなくこう旅のイメージもあるよね。ちょっと、まあ、別の場所へ行ってしまうようなさ。うん。あの人が密かに計画していることはね、なんとなくあなたから距離を取ろうとしてる。はっきり言わないんじゃないかな。少し自分の時間が欲しいとか。今大変、仕事でとても大変な状況になってるから、うん。ちょっと距離を取って、うん、自分の時間作りたいとか、なんかそういう形で、オブラートに包んだような形で切り出してくるかもしれないね。あなたのことを恐れてるって出てるよ。うん。あんまり刺激しちゃいけない状態かもしれない。まずね、この真ん中のカードだけど、若さ、うん、若いエネルギーとか、あるいはこれもそうだね、旅のメッセージが、うん、このカードから伝わるね。放浪するとかね、うん、当てとなくさまようとか、いわゆるその若者の無鉄砲さのような、うん、そんなカードなのかな。信念やまあ知識、賢さっていうカードだけど、どうだね、なんか秘密、うん、っていうなんかそういうメッセージが強く感じるんだ。秘密にしたいとか、まあ、大きな愛とか寛大にこう包むとかね。この方の過去の浮気をあなたが隠蔽したいっていうような、そんなメッセージにも見えるけどね。なんとなくこのやっぱジプシークイーンのカードがねすごく強いから、もう許せないっていうようなね、なんで私こんな思いしなきゃいけないの、みっともないわって、それを余計腹立たしくなるよね。私が悪いんじゃないのに直接的に、まあ、そこに行き着くまでのまあプロセスはあるだろうけどね、直接的には私が悪いわけじゃないのに、うん、なんでこんなことで気使ってねえ、私コソコソしなきゃいけないのっていう。でね、このカードだけどね、これは良くないね。まあ、デス&リバースと生まれ変わりってなってるけど、まあ、終わりのカードだね。うん、関係性が終わるとか、まあ、リバースだからね、また新たなシチュエーションが始まるとも呼べるけど、うん、まあ、一旦終わると出てるよ。これ、だ10の手前で止まってるけど、だからお相手さんはちょっとナイーブな方で、あなたにはっきり言わないかもしれない。だけどね、あわよくばフェードアウトしようとしてるよ。ね。やっぱりあなたの中でもう、価も燃えるものあるよね、やっぱりね。なんてずるい人なのと。引け腰な人なのと。うん。そうだね。おっと、タワーが来たぜ。これはだけどね、あの人が密かに計画してることはね、結構来るね、これはね、ドンと。あなたは多分ね、この方に関してまだやっぱりね、思いがあると思うよ。思いがあるから、
やっぱりねすごくメラメラ燃えちゃうと思うのよ。もうそう過去のなんか浮気とかもう許せないんだけど、かといって別れたいわけじゃない、続けていきたい、なんとかやれるんじゃないかって。だけどねこの方はねあなたからちょっと遠ざかろうとしてる。だからなんかそういうフェードアウトみたいな感じで去るのは結局自分が切なくなるのが怖いんだよね。そんな不安と保身からさ、あなたと距離を取ろうとしてる。だから短期で終わるのかもしれないよ。だけどあわよくば、このままフェードアウトしてもいいやっていうような。一応この決定的な終わりというね、2人にとってね。ただこのカードが来ることによってもう一回一から新しいスタートを切れる。このカードもそうだよね。デス&リバースだから。お相手さんもそういうなんか中途半端な形で去ると、あとは絶対引きずるはずだよ。結局逃げちゃってるから、年重ねてね振り返ってみて、うわーっていう感じであんまり思い出したくもないような、それ自分自身だよね。自分自身をその時の自分自身を思い出したくない。自分の黒歴史、情けない季節として、残るだろうね。で逆にあなたの方はこのままこの方と別れると遺恨が残るかもしれないね。タワーが来てるからドーンと来るんだろうけど、ちょっと深くこの2人がね新たに築いたカルマが深いとこで燃え続けるんじゃないかな。両極端な人かな。いいカード出てんだよね。カップのテントワールドが来てるからね。何をそんなに生き急いでるのか。ひとところにいとどまらないタイプじゃない。結構奇抜なことするんだけれども時にとても思慮深く、だから落ち込むと1週間ぐらいもう部屋から出てこなくなっちゃうような、躁鬱のアップダウンがある方かもしれない。だから幸せと不幸のその落差が大きい方、その方が今とっても、いや俺はお前のためにコツコツ働くよ、そんな意識になってるかもしれないね。それはなぜかっていうと、やっぱりあなたとの幸せにとても焦りを感じてる。ただ怖いのがその下に戦車があるからね。なんかひととこにいとどまらないぞっていうような、なんかそのエネルギーもずっと持ってる人だよ。密かに計画してることはやっぱりあなたを随分と振り回したけど、
まあ、さっき言った感じだよね。俺もう本当にコツコツやるよって、そういう計画を立ってんじゃないかな。で実際このね体の位置にはとても良いカード、もう成就だよね。現世的にもそして霊的にもね。ただ不安材料はあるよと。ハンギングマンでこの方がまた、なんか一人の世界に入り込んじゃう。あなたを自分の世界から追い出して入り込んじゃうような、そういう不安要素はある。あなたがこの方の熱狂的なファンかもしれないよね。特にこの方のアグレッシブなとこ、ちょっと危険なとこだよね。もしくはそういう態度をあなたに求められる。あなたが本来あなたが取らないような行動をこの方に要求されることに、ちょっと何か面白みを感じてるかもしれないね。この上のペンタクルの3もそうなんだけど、第三者が介入するとこの方落ち着くかもしれない。自分たち2人だけで閉鎖的なね世界観の中にいるとなかなかこの方をコントロールするの難しいかもしれないけど、その周りから囲うことによってちょっと取り留めが出てくるかもしれないね。コミュニティを大事にしなさいというメッセージが強くきますね。そしてね、あとあなたが思ったことをちゃんと言葉にして伝えること、溜め込みすぎないこと、その都度その都度自分がやっぱり感じたことっていうのは小出しにしていく。あるいはこの方がひどく落ち込んだ時はあなたが励ましてあげることで、元気になるよと。元気になりすぎちゃってね、こっちのまた戦車になっちゃうと困るけど、だけどやっぱあなたの励ましがこの方に必要だろうね。深い縁だよ。だから今世を2人で力を合わせて乗り切れっていう宇宙からの指令が出てるかもしれないね。ビーイングオーディナリー、そうだな、コツコツやることだよ。やっぱり地に足をつけて、それがとても大きな幸せを呼ぶよと。吉兆を呼び込むよと。このカップの手にはリニューアルが来てるね。一旦壊れてしまってももう一回築き上げることができるよと。で、元の幸せに戻るんじゃなくて、ナイルの川が氾濫することでね、また栄養たっぷりのさ土壌が築かれるわけじゃん。そこにはね、元気いっぱいの生命がね、新たな生命が生まれてくるでしょ、力が。これ過去の位置に来てるけど再生可能だよと。しかしだよ、このカードダークネス、あなたがしっかりと現状を
そのね青写真をしっかりと見てないと闇に迷いますよと。これは結構強烈なコントラストだよね。ワールドとダークネス。だから結構やっぱりね落差が激しいんだよこの方は。だからあなたもそんな彼のなんか魅力にファンになっちゃうんじゃないの？結構コアなファンだよ。ハマっちゃってる。うん。もう吉と出るか凶と出るかみたいな。まあ言うなればあなたが盲目的でなければ闇に迷うことはない。だからこの方とのご縁の意味っていうのかな、見失わないことだよね。そうすればこの方との歩みの全てのプロセスが霊的力に満ちるはずだよ。だからそこら辺が希薄になっちゃうともうダークサイドモードに入っちゃうんじゃないかな。結構だからやっぱだから本当なんかミッションみたいなラブだよね、今世における。魔術師。いやーこれはねギャンブラーだね。いややっぱギャンブル気質の方かな。実際にそのパチンコとかさ競馬とかやる人じゃないかもしれないよ。だからなんていうかな、こうなんか起業して会社を経営するっていうよりはその起業のスタートアップ、スターター気質の人、最初なんか別に自分が意識的に破滅的な行為を選ぶわけじゃないけど、まあ、建設と破壊、破壊と建設をこう繰り返すようなで破壊に関しては無意識にやってんじゃないかな。だ結構やっぱなんかアップダウンの激しさ、コントラストの強さを感じる方。ただ目下あなたに対して計画してるのは地に足がついたコツコツとした幸せを目指そう、そんな提案が来るはずだよ。